わしは、灘新影流のゆっくり記号や。ゆっくり流星です。今回も、楽しい漫画を紹介していくので、ゆっくりしていってね。今回紹介するのは、パイナップル、オプカウ、ワンマン、アーミーが活躍する、うんちく多めのミリタリーアクションです。作者は、柔道家が主人公の人気漫画とか書いとる。あの先生やで。ドッグソルジャー、です。知ってます。同じ名前の映画は何個かあるけど、内容は全然違うで。ゲームのフロントミッションと、映画のフロントミッション並みに違うで。グリーンベレー隊員の、ジョン、京介、芝は、軍や国家のやり方に嫌気がさして軍を去り、日本でのライヌのような貧乏暮らしをしています。政府に半ば強引に依頼され、元自衛官の不動正美とコンビを組んで、テロリストや工作員と戦う、というお話です。本作の特徴といえば、スプラッター気味なバイオレンス描写と、香港返還、とか、湾岸戦争、とか、国際情勢を下敷きにした、軍事スリラー的なストーリーやな。豆知識も多いので、ミリタリー版おいしんぼ、みたいなノリです。そのせいか、有名人によく似たキャラが結構出てきます。お、こいつも見たことあるで、確か集英社の漫画で。主人公の芝は、ハワイ生まれの日系三世。単行本一巻のコメントによると、作者の理想像、だそうです。ちなみに今のコメントは物理書籍でしか読めません。電子書籍では多分ないです。少年時代にテロで両親を失ったことでテロリズムを憎み、グリーンベレーとなりますが、国家の汚いやり方に失望し除隊。役人や権力を嫌っていますが、内閣調査室の竹地に言いくるめられる、脅されるなどで、任務を与えられます。芝、といえば、望月幹也先生の、ワイルドセブンの主人公も同じ名字やったな。あれも、緻密に描かれたメカ、迫力あるアクション。伏線にとらわれない自由なストーリー展開と、猿渡作品に通じる面白さがあるで。で、こっちは相棒の不動正美。陸上自衛隊第一空挺団の元指揮官という経歴です。内閣調査室で竹地の部下をしていましたが、芝に影響され共に行動するようになります。何かと過去の経歴を自慢したり、興奮すると秋田弁になったりと、コメディ、リリーフとしての面が強いです。本作はミリタリー、アクション漫画なので様々な兵器やメカが登場します。主人公、芝のメイン武器はナイフです。3話以降は父の形見のジャングル、キングワンのカスタム品を使います。ハンドガードが強そうな雰囲気を出してますね。猿渡先生のラブコメ漫画も、ジャングル、キングって名前やったな。ヤクザが出てきたり残酷描写が多いのにラブコメですか？スケンガー中投げナイフも多用すんやけど、ネットで検索してもいまいちわからんで。AG ラッセル、シューメーカーの、スケングってシリーズが似てる気はするで。誰か情報知ってたらコメントくれや。他は、マーク2手榴弾を使うこともあるで。レトロやな。武道の方は M202 ロケットランチャー、携帯式のミサイル、マンビルガンなど、いろいろな兵器を使います。兵器の交渉はちょっと大雑把かもしれません。例えばこの飛行機。左側面の大砲からして、AC130 と思われます。実写映画のトランスフォーマーにも出てきましたね。コマによっては、一番の特徴である、左側面の大砲がなくなっています。小道具の一つとして割り切って、特にこだわってないのかもしれませんね。まあ、今みたいに、ネットで何でも浅く広く調べられるわけやないしな。冒頭でも言うたけど、この漫画は国際情勢をストーリーに取り入れとる。テロリストが、ハイジャックした旅客機で建造物に体当たりを試みたり、日本支配を企む新興宗教が、軍用ヘリを所有してたり、原爆を密造しようとするなど、予言とも言えるようなエピソードもあります。俺たちが出演している、流通にも通じるところがありますね。皆さんは、流通を、どこかの国の大使館や愛国団体に送りつけたりしないでくださいね。変なことして注目を浴びたいんなら、人の迷惑にならんようにするんやで。成人向け漫画なので、下ネタや残酷描写など人を選ぶ部分はありますが、短めのエピソードにギャグ、豆知識、アクションが凝縮された、タイムパフォーマンス性の高い作品となっています。後味の悪いエピソードもあるけど、芝と不動のギャグや、オーバー気味なアクションのおかげで緩和されとる。たまに、4巻と5巻みたいに複数巻にまたがるエピソードはあるけど、基本的にはどの巻から読んでもええで。鬼になってみたいという衝動に駆られる。本作には、日本赤狼軍、という過激派組織が登場しますが、実は、ドーベルマンデカ、にも、赤狼軍という過激派が登場します。
ドーベルマンデカ、といえば、作画は平松真二先生です。ドッグソルジャー作者である猿渡先生の師匠ですね。くしくも、どっちもタイトルに犬の名前が入っとるな。それと、平松先生の、マーダーライセンス牙で、戦闘犬が出てきたとき、いわばドッグソルジャーよ、猿渡先生ごめん、ってセリフがあるんや。師弟のつながりを感じますね。ドッグソルジャーは、陸上自衛隊第一空挺団、出身のキャラが何人かおるんやが、わしも、タフ、で戦ったことがあるんや。佐渡一等空曹、重圧や、なぜか、空曹、という空自の階級を名乗っています。猿渡作品の世界では、第一空挺団は、陸自と空自をフレキシブルに行き来する部隊なのかもしれません。ドッグソルジャーでも第一空挺団が戦闘機で戦っているようなシーンがありましたし、佐渡一等空曹が、階級とか分歴を詐称してるっちゅう線もあるで。確かに現実世界でも、日本が外国と揉めた時とかに、元自衛官を名乗る人が SNS に現れて無責任な攻撃論を言ったり、海上保安庁を弱き者のように愚弄したりしますね。ウプ主が乗り移ってきそうなのでこの話題はこの辺にしときましょう。そんなの気にせんでもええやん、どうせわしら。猿渡先生の都合で性格とか変わるんやし。この写真は、ブッセコンバットナイフカンパニー、という会社のナイフですが、名前を見てください。何？ドッグソルジャー？ナイフでドッグソルジャーというと、本作を意識したんでしょうか？まあ偶然の一致かもしれへんけどな、うへへ。本動画はこれで終わりです。それと、あの漫画を動画化してほしい、みたいなリクエストも見るけど、ウプ主は何冊も読み込んで勉強しないと動画化しないたちなんや。時間や体力の面で、リクエストには答えられないことが多いと思うで、悪いのを、